サウナ室を出た瞬間、体はまだじんわりとほてっている。肌の表面だけが熱くて、呼吸のたびに肺の奥まで熱の名残が入り込んでくる。冷たい水風呂で一気に体を締めた後、外気浴スペースの椅子に体を沈めるように座る。さっきまで隣の椅子から聞こえていた小さな話し声が、気づくといつの間にか消えている。辺りを見渡しても誰もいない。椅子だけが等間隔できれいに並んでいる。なぜこの静けさだけが急に心細くなるのでしょうか。岩観光察ラジオへようこそ。今日取り上げるのは深夜のサウナ施設、外気浴スペースで感じる説明しにくい心細さです。サウナはこの数年ですっかり身近な習慣になりました。仕事終わりに整えに行く人も、休日の予定にサウナを組み込む人も今では珍しくありません。今日話すのは仕事が長引いた日の閉店間際に駆け込んだサウナの話です。定時を過ぎてもパソコンの画面から離れられず、気づけば最終受付ギリギリの時間になっていました。最終受付の時間ギリギリに施設に入ると、ロッカールームにはもう数人しか残っていません。普段なら人でにぎわっている脱衣所も、どこか静かな空気に包まれています。ロッカーの扉を閉める音が、いつもより大きく聞こえた気がしました。多くの人がサウナ室と水風呂と外気浴を何セットか繰り返す形で過ごします。その1セットごとの空気の変化に今日は少し注目してみたいと思います。1セット目は館内にまだ人が残っている時間帯です。サウナ室に入ると他の利用者の熱気と砂時計が落ちる小さな音が聞こえてきます。外気浴スペースに出ても隣の椅子には誰かが座っていて、タオルを持ち直す音や小さな話し声が絶えず聞こえてきます。椅子に体を預けた瞬間、心拍が少しずつ落ち着いていくのがわかります。体の内側がふわりと軽くなって、視界の輪郭が少しだけ柔らかくなる、独特の感覚です。呼吸のたびに余計な力が少しずつ抜けていく。2セット目になると時間帯は少し進み、客の数は緩やかに減っていきます。それでも外気浴スペースにはまだ何人かの気配が残っています。目を閉じてと唱っている人、スマホをそっと眺めている人、その存在だけで空間には確かな厚みがあります。椅子と椅子の間隔、サンダルが床に触れる音、誰かが立ち上がって館内に戻っていく足音、そうしたものが空間を支えてくれています。誰かがそこにいるという事実だけで、私たちは無意識に安心しています。言葉を交わさなくても、それだけで十分なのです。この時、私たちは相手の顔も名前も知りません。それでも、視界の端に人の輪郭があるというだけで、体の力の抜け方が変わってくる、不思議なことですが、そういう経験をした人はきっと少なくないはずです。そして3セット目、閉店に近い時間帯になると話が変わってきます。館内着姿の客は数えるほどになり、外気浴スペースに座っているのが自分一人という瞬間が訪れます。最初はむしろ好都合だと感じるかもしれません。誰にも気を使わず静かに整えられる時間、1セット目の時に欲しいと思っていた、まさにその状況です。実際椅子に座った直後はいつもより深く整えている気さえします。けれど椅子に座って数十秒経ったところであることに気づきます。1セット目や2セット目には確かにあった話し声や脱衣所のドライヤーの音、受付の小さな BGM がいつの間にか聞こえなくなっている。聞こえるのは換気設備の低い音だけ。それと自分の心拍と呼吸の音、耳を澄ませば澄ませるほどその静けさの輪郭がはっきりしてきます。今まで意識したこともなかった
自分の呼吸のリズムがやけに大きく感じられます。なぜ音が一つ消えるだけでこんなに空間の印象が変わるのでしょうか。似たようなことは日常の中にもあります。家族が出かけた後の家や同僚が先に帰った後のオフィスでふと静かすぎると感じたことはないでしょうか。背景の音は意識していないつもりでも実は私たちの安心感をずっと支えていたのかもしれません。これがこの動画で扱う最初の違和感です。サウナという場所はそもそも人の気配を前提に設計されている空間です。ロウリュの香り、他の利用者の話し声、館内放送や小さな生活音、そうしたものが常にうっすらと空間を満たしています。だからこそ一人でいても寂しさを感じにくい、むしろ心地よい静けさとして受け止められるのです。その前提がふっと外れた瞬間、リラックスのための空間が急に居心地の悪い空間に変わります。安全なのは分かっています。誰かに迷惑をかけているわけでも、何か良くないことが起きているわけでもありません。それでもなぜか、長くこの椅子に座っていたくない。そう感じてしまう。早く館内に戻りたい。そんな気持ちが、ふと湧いてきます。数分前まで、ずっとここに座っていたかったはずなのに、その気持ちが、少しずつしぼんでいきます。これが一つ目の具体例です。二つ目の具体例に移ります。外気浴スペースはガラス張りになっている施設が少なくありません。一セット目の時は館内の明るさと人の姿がガラスの向こうにも自然に映り込んでいて、それほど気になりませんでした。3セット目、周りに誰もいなくなった後は様子が変わってきます。館内の照明が反射してガラスの向こうの暗さがほとんど見えなくなる瞬間があります。見えるのは館内の明かりに照らされた自分の姿だけです。外の暗さと室内の明るさの差が強すぎてガラスがまるで鏡のようになっている。普段なら気にも留めないただの反射です。けれど深夜一人でその椅子に座っているとその反射がやけに気になってきます。自分だけが明るい光の中にポツンと浮かび上がっているようなそんな感覚です。姿勢を少し変えてみても映る自分の輪郭だけがついてくるように感じられます。外の暗さの中に何かがいるわけではありません。ただ光と闇の境目に自分だけが残ってしまったような、そんな錯覚に近い感覚が生まれてきます。本当は何も変わっていないのに、自分の位置感覚だけが少しずつ曖昧になっていく。視線をそらそうとしても、どこを見てもガラスの反射がついてきます。天井を見上げれば天井の明かりが映り、足元を見れば自分のつま先が映る。目のやり場に少し困るような、そんな気持ちになってしまいます。なぜ人は明るい場所にいるはずなのに、こんなに心細くなるのでしょうか。3つ目の具体例です。多くのサウナ施設には、閉店時刻が近づくと、落ち着いた声で館内アナウンスが流れます。本日の営業は間もなく終了します。というあの声です。整った直後のふわりとした心地よさの中にいるとき、そのアナウンスは驚くほど現実的に響きます。外気浴スペースから館内へ戻る通路も、1セット目の時とは違って見えます。息は人とすれ違いながら歩いていたはずの通路が、帰りには自分の裸足の音だけが響く廊下になっています。受付の照明だけがこうこうとついていて、スタッフの姿もまばらです。着替えて荷物をまとめて、駐車場まで歩いて、車に乗って帰り道を運転して、明日の予定を思い出す。館内入りから私服に着替える間だけで、体の軽さが少しずつ薄れていくのがわかります。ロッカーの鍵を外す小さな音一つでさえ、
現実に戻っていく合図のように感じられます。さっきまでと整っていたはずの体に、また日常の重さがすっと戻ってくる感覚です。楽しい時間の直後に急に現実へ引き戻される、あの感覚に近いものかもしれません。駐車場に出て夜の空気に触れた瞬間、館内の温度とのあまりの違いに体が一瞬こわばります。息を吐くと白く曇るのが見えます。つい数分前まで汗をかいていたはずなのに、その事実が少し信じられなく感じられます。車に乗り込んでエンジンをかけると、ようやく体の力が抜けていくのがわかります。渋滞情報やナビの到着予定時刻が画面に映るたびに、明日の予定が一つずつ思い出されていきます。サウナという空間は、日常から切り離された時間を提供してくれる場所です。だからこそ、そこから戻される瞬間の落差が、余計にはっきりと感じられるのかもしれません。似たような感覚は、サウナだけに限りません。例えば深夜のスーパー銭湯です。一番風呂の時間には、ロッカーの前で、着替える人同士が体を斜めにかわし合うほど、賑わっていたはずの脱衣所が、閉店間際になると、扉の開閉音すら聞こえなくなります。ロッカーの列に、自分の足音だけが硬い音を立てて響くとき、似たような心細さを覚えたことはないでしょうか。温泉旅館の大浴場でも同じことが起こります。最終入場の時間を過ぎた後、さっきまで何人もの話し声が反響していた浴室が、湯気の向こうに誰もいないと分かった瞬間、急に天井が高く感じられます。少しだけ落ち着かなくなる、そんな経験がある人もいるはずです。映画館の座席でも似たようなことが起こります。上映中はスクリーンの光と隣の観客の気配に包まれていたはずなのに、最終上映が終わった後のロビーでは照明が半分だけ落とされ、ポップコーンの匂いだけが残っています。誰もいない券売機の前を通るとき、妙な心細さを感じたことはないでしょうか。図書館の閲覧室や深夜まで開いているコワーキングスペースでも、閉館間際、周りの席が一つずつ空いていくにつれて、同じ蛍光灯の明るさ、同じ机の並びのはずなのに、なぜか居心地が変わっていくと感じたことはないでしょうか。これらに共通しているのは、場所そのものが変わったわけではないという点です。明るさも広さも椅子や座席の配置も昼と夜でほとんど変わりません。変わったのはそこに漂っていた人の気配だけです。人が集まって初めて心地よく成立していた空間は思っているより多くあるのかもしれません。ここまで3つの場面を見てきました。話し声が消えること、ガラスに映る自分だけの姿、そして閉店アナウンスによって引き戻される現実。それぞれ違う場面ですが、共通しているものが一つあります。それは、その空間の心地よさは、実は自分一人では成立していなかったという事実です。外気浴スペースの椅子そのものは、1セット目も3セット目も、ほとんど変わりません。温度も明るさも、配置されている椅子の数も、基本的には同じです。変わったのは、そこにいる人の数だけです。にもかかわらず、人の気配が一つずつ抜けていくだけで、同じ椅子、同じ照明、同じ空間が、全く違う顔を見せてきます。安心できる場所だったはずのものが、急に心細い場所に変わってしまう。これはサウナという場所に限った話ではないのかもしれません。普段は気づかないだけで、そこにいる誰かの気配によって、私たちは無意識に支えられていたのかもしれません。もし外気浴スペースの椅子が、最初から一脚しか置かれていなかったら、私たちはここまで心細さを感じなかったのかもしれません。何脚もの椅子が並んでいるのに、そこに座る人がいない。その空白の並びこそが、
違和感の正体に近いのかもしれません。考えてみれば、リラックスという状態そのものが少し不思議なものです。体の緊張を緩めるためには安心が必要です。そしてその安心は静けさだけでは足りず、どこかに他人の気配があることで初めて完成していたのかもしれません。満員電車では誰も自分を見ていないのに、どこか落ち着かないと感じることがあります。逆に外気浴スペースのように静かで安全な場所では誰も見ていないはずなのに、その無関心さがなぜか心細さに変わってしまう。不思議なことに、この2つは一見全く逆の状況に見えます。人が多すぎる場所と人がいなくなった場所、その両方で私たちは同じように落ち着かなさを覚えることがあるのです。人の気配は多すぎても少なすぎても私たちの感覚を揺らすもののようです。ちょうどいい距離感の他人の存在が実は一番心を落ち着かせていたのかもしれません。もしかしたら私たちは誰かに見られていることよりも誰も気にしていないという状況の方に弱いのかもしれません。これは24時間空いている施設全般に共通して言えることなのかもしれません。コンビニもファミレスもガソリンスタンドも深夜も変わらず明かりが灯っています。けれどそこに人の姿がほとんどないと分かった瞬間、同じ明るさのはずなのに急に別の場所のように感じられてしまう。そんな経験をしたことのある人も少なくないはずです。これらの場所はいつでも人を迎え入れられるように一年中明るさと温度を保ち続けています。けれどその明るさは本来そこにいるはずの人の分まで一人で抱えることになった時、急に重たく感じられてしまうのかもしれません。一人の時間を求めて外気浴スペースに座ったはずなのに、本当に一人になった瞬間、その時間の質そのものが変わってしまう。1セット目には気づかなかった違和感に、3セット目になってようやく気づく。サウナという場所はそんな風に時間帯ごとに少しずつ違う顔を見せてくれる場所なのかもしれません。同じ入館料を払い、同じ椅子に座っているのに、1セット目の自分と3セット目の自分では全く違う感情を抱えている。その差を生んでいるのは施設ではなく、そこにいた人たちの気配だったのだと今になって気づかされます。この違和感に名前をつけるなら一人だけの整いなのかもしれません。一人であることそのものが悪いわけではありません。ただリラックスするための空間が人の気配とセットで初めて成り立っていたのだとしたら、私たちが感じていたあの心地よさは少しだけ他人に支えられていたものだったのかもしれません。サウナに限らず私たちは日々数えきれないほどの場所で誰かの気配に無意識に支えられながら過ごしています。その支えの存在はそれが失われた時にしか気づくことができません。深夜の外気浴スペースはそのことを静かに教えてくれる場所なのかもしれません。次にサウナへ行って外気浴スペースの椅子に座るとき、隣の椅子が空いているかどうかを少しだけ意識してしまうかもしれません。それはいつもと同じはずの椅子が少しだけ違って見える瞬間です。もちろんそれに気づいたからといってサウナに行くのをやめる必要はありません。むしろその心地よさが誰かに支えられていたと知ることで、隣の椅子に座る見知らぬ誰かにも少しだけ優しくなれるのかもしれません。もしこの違和感がしばらく頭のどこかに残りそうなら、高評価やチャンネル登録で次の違和感にもお付き合いください。それではまた次の違和感でお会いしましょう。